皆さんこんにちは、ともりあらたです。紫外線対策も始めてますか？だんだん日差しが強くなってきたんで UV ケアしてると思いますけれども、紫外線までカットできてるでしょうか？この紫外線カットしてないとシミシワすごい増えてるんじゃないかっていうような怖いお話をしたいと思いますので、気になる方はぜひ最後までご覧ください。では早速その怖い紫外線って何かっていうと、ロング UVA もしくはディープ UVA とも呼ばれる UVA の中でも波長がさらに長い UVA のことを言います。ロング UVA、ディープ UVA、波長が長いどういうことと思うかもしれないんですけれども、そもそも UV には UVA と UVB というものがあって、 UVA っていうのは320から400ぐらいの長さの波長がちょっと長いUVB よりも波長が長いので、表皮だけじゃなくて真皮の奥まで行ってしまって、シミシワたるみっていうものを起こしてしまうよっていうふうに言われてるんですね。私いつも言うのは UVB だけじゃなくて UVA もしっかりと防御しましょうね。そのためには UVB っていうものは SPF 値でどれぐらい防御できるかっていうのが分かるんですけれども、この UVA っていうのは PA って書いてるものが高いほど UVA というものをカットしてくれるので、ちゃんとこの PA 値っていうのもしっかりと見ましょうねっていうお話をしてると思うんですが、波長が短いもの320からだいたい370-80ぐらいまでの UVA っていうものはカットできることが多いんですが、370から400ぐらいまでの UVA の中でも長い UVA っていうのが肌にはかなり悪影響を及ぼしてるっていうことが分かってきたんです。肌に入ってくる UV っていうのは UVB っていうのはだいたい4割ぐらいって言われていて、 UVA がだいたい 96% ぐらいっていうふうに言われてるんですね。なので UVA っていうのが私たちの肌には結構入ってきているんですよ。ただ UVA っていうのは肌の奥の方に行くので、赤くなったりとか暑いって感じないんですね。夏暑いなとか皮膚を焼けてるっていうふうに感じるのは UVB なんですよ。UVB が当たってると、ちょっと紫外線当たってるなっていうふうに感じて日焼け止め塗ろうというふうに思うんですけれども、肌に降り注いでいる UV っていうのは UVB じゃなくて UVA が大半になっています。うっかり日焼けをしやすいっていうことなんですね。ちなみにこの UVA の中でも波長が長い UVA が半分を占めてるらしいんですよ。怖くないですか？なので波長が長い UVA っていうものをちゃんとカットできていないと、実は肌のシミシワたるみっていうのは増えていくんだよっていうことが分かってるんですね。今まで波長の長い UVA っていうものは表皮のメラノサイトを刺激してメラニンを増やしていく、真皮にはコラーゲンとかエラスチンを分解してしまってたるみを起こすよっていうことを言われてたんですが、実はもっと怖いことも起こすよっていうことが分かったんですね。富士フイルムさんの研究なんですけれども、340ぐらいの波長の UVA っていうものは繊維が細胞を壊していきますよね。390ぐらいの波長が長いですね UVA っていうのは繊維が細胞を壊す時にですね、一緒に GDF15 という成分を出すっていうことが分かったんですよ。340と390の波長って言われたらそんなにね変わらないと思うかもしれないんですが、やっぱりちょっとした長さの違いっていうので変わってくるんですね。波長が長い UVA の方が波長が短いものが出す GDF15 っていうのを1としたら、2倍か3倍ぐらいの GDF15 っていうものを出すっていうことが分かってるんですね。GDF15 っていうのは何かっていうと、これ繊維が細胞から出る因子なんですけれども、真皮から出るのに表皮まで影響を及ぼしてメラノサイトを刺激してメラニンを作れっていうように言う因子なんですよ。嫌ですよね。なのでコラーゲンが作られなくなるっていうだけじゃなくって、繊維が細胞から出る因子によってメラニンを作れっていう指令を活かせるっていうところになるんですね。大体の美白のアイテムっていうのはプロスタグランジンとか IL6 とかそういったものをカットするっていうことは今までねいくらでもできてたんですけれども、 GDF15 っていう因子をブロックするっていうのはなかなかできなかったっていうか、もうアストリフトさんが初めてね見つけたものなので他ではちょっとできないっていうのが怖いなと思いました。しっかりと SPF 値が高いものを使っていてもなぜか日焼けしちゃうしシミができるよっていう人は波長が長い UVA っていうものをカットしきれてないんじゃないかっていうふうに思うじゃないですか。これは本当で、波長が長い UVA っていうのをカット
トするフィルターって実はなかなか難しいんですね。しっかりカットしていきたいじゃないですか。そこにフォーカスを置いているのが今回お話しする2つのブランドさんになります。それがこちらアスタリフトさんとラロッシュポゼになります。特に波長が長い UVA をカットしたいんだったらもうこの2つオンリーだと私は思っております。まずラロッシュポゼなんですけれども、これはですね昔から独自の紫外線吸収剤を使ってカットしてきたんですね。なのでロレアルでしか使えない紫外線吸収剤っていうものがもともとあります。今までのラロッシュポゼの日焼け止めもですね波長が長い UVA はカットしてきたんですけれども、その中でもやっぱり380から400ぐらいのさらに波長が長いものっていうのをよりカットしたいっていう風な感じに思って、今回2つの紫外線吸収剤を新しく配合しています。なのでロレアル独自の紫外線吸収剤っていうものをしっかり入れて、今までもそうですけれども今回もより380から400ぐらいのあたりの波長の長い UVA をしっかりカットしてきているっていうことになるんですね。あとはもともともこのトーンアップっていうのはトーンアップをね流行らせたメーカーでもありますので、トーンアップもさせていくし角質を柔らかくする成分だったりビタミン C だったりということも入っていて、美容成分も入っているんですけども独自のその紫外線吸収剤ですよ。これはもうロレアルグループでしか使えない、ラロッシュポゼがそれをしっかりと入れているっていうところなので、波長が長い UVA をカットしたいっていうんだったらやっぱりラロッシュポゼは素晴らしいんじゃないかなというふうに思います。そしてもう一つアスタリフトさんも素晴らしいですよね。 SPF が高いものを使っているのにシミができやすいのかっていうのを検証したところ GDF15 っていうものを見つけてきて、これがメラノサイトも刺激してメラニンが増えていくので、いくら SPF が高いものを使っても波長が長い UVA までカットしないとシミは防御できないよっていうところをちゃんと見つけてきてるんですね。じゃあこのアスタリフトさんどういうふうにしてこの波長が長い UVA をカットしてくるかっていうと、まず処方ですね。組み合わせと紫外線吸収剤がいかに均一に伸びるかっていう膜の技術を使っています。紫外線吸収剤がムラにならないようにしっかりと密着させる技術を使って波長が長い UV をカットしてるんですね。もう一つこの GDF15 っていうものを抑えるような成分も入れています。オーバナサルスベリというお花の成分なんですけれども、これを入れることによって GDF15 っていうものの産生を抑えて波長が長い UV が当たったとしてもメラニンの産生が増えないようにっていうところもしてるんですね。どちらもトーンアップがあるUV なので、もうねこれはねお好みだと思うんですね。じゃあまずここにラロッシュを塗ってみようと思います。一瞬白いかなと思うかもしれないんですけれども、こういう感じでトーンアップをしてくれます。アスタリフトを塗っていきます。ローズの方を塗っていこうと思います。肉眼で見るとアスタリフトの方がピンクみが強い感じはします。ラロッシュの方がちょっと白みが強いかなと。こっちをじゃあ伸ばしてみます。同じぐらいしっかりトーンアップします。トーンアップに関してはお好みかなというふうに思います。塗り心地なんですけれども、よりちょっとしっとりしてるのはラロッシュの方、よりベタつきが少ないのはアスタリフトかなというふうに思います。アスタリフトは崩れないっていうところをポイントにして、それによって長い波長の UVA をカットしてるっていうところもあるんです。ベタつきが少ないのかなと。ラロッシュに関しては乾燥肌の人も含めてなので、ある意味しっとりしてるかなと思います。ただ前作よりもベタつきは軽減してるのかなと思うので、お好みかなと思います。ただやっぱり皮膚科医の観点からすると、日焼け止めって美容成分っていうのももちろん大切なんですけれども、いかに UV をカットするかってすっごく大事だと思うんですね。目には見えない波長の長い UVA っていうまでもカットしますよってきちっと言ってるっていうブランドってすごく嬉しいなと思うんですよね。波長が長い UV っていうものが降り注いでいるっていうところの現実を考えると、 pH が4プラスとなっていたとしても本当に波長が長い UV までカットできてるかって分かんないじゃないですか。なのでそれをきちっとカットできていて、より光老化をカットしてくれるっていうのはこの2つなんじゃないかなと思うので、今年は絶対光老化進めたくない、波長の長いね UV までもカットしていきたいって思う人は2つのブランドのどちらかを選べばいいんじゃないかなというふうに思います。
はい、ということでいかがだったでしょうか。自分がね UV カットしてるつもりでもこの波長が長い UV までカットしてなかったら目には見えないね日焼けをしていて、それが積み重なってきてシミシワになってしまうというところがあるので UV ケア大事ですけれども、その中でも波長が長いね UVA までカットしていこうっていうところを頭に入れといてください。はい、ということで今日は波長の長い UVA についてお話をしました。このチャンネルではこのように肌だったりとか健康にまつわることをしっかりとお話ししていますので、よかったらチャンネル登録お願いします。そして毎週火曜日にですね YouTube ライブをしています。後半はですねメンバーシップ限定になってそこでしか言えないお話をあれこれお話ししていますので、月額90円にはなりますがメンバーシップも登録していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。